実験大好き MNL です。今回は入門 HF に最適追竿アンテナアースについて説明させていただければと思います。前回紹介しましたグラウンドマット、この特性とねこの傾向について詳しく説明したいと思います。アースのカッフォ、個々の条件合わせることがね重要かと思います。グラウンドマット、良い場所悪い場所っていうのがありますので、それについても説明させていただければと思います。まずグラウンドマット、実験の結果ね報告させていただきます。実験の様子はねちょっとこちらの方かどっかからねちょっと動画流しとこうかなと思いますけどね、基本的な結果はね口頭で説明させていただければと思います。グラウンドマットのねこのアースの電気のね流れ方2つあるんじゃないかなと思います。そこをちょっと説明させていただきます。まず1つが大地との静電容量によって大地から流れてきた電流を吸い上げるルートで、もう1つはマット自身に流れるルート。まずこちらの方が図ですよね。先ほど説明した大地に流れて、本来ですとねここにアース棒を打ち込んで大地から吸い上げるんですけど、アース棒なしで要は静電容量で吸い上げるルート、この線自身に流れるルートですよね。多分この2つのルートがあるんじゃないかなと思います。グラウンドマット、金属板の置き方っていうのが重要となります。静電容量、こちらの方の増加だけをね考えて横に並べた場合っていうのをね実験してみました。こんな形ですよね。1234並べております。これがね一つの方法となっております。で実際に図にしたのはこういう形ですね。3 m、それと幅がね25 センチ、これをね4枚用意しまして、1枚から4枚までのね共振周波数の変化と電流のね変化表にさせていただいております。グラウンドマットのね枚数を増やすことによって共振周波数がちょっとずつ下がっていっていると。で本来ですとねアース側に流れてます RF 電流っていうのが徐々に増えていけばいいんですけどね、特に3番4番見ていただいたらよくわかると思うんですけどね、下がってきてると測定誤差もあるとは思うんですけど、下がってるのはねちょっとおかしいかなと思ってます。で結果なんですけど、どうもね1枚から2枚までのね静電容量の増加っていうのは若干は認められるんですけど、234って増やしていきますとねなんか逆に下がってきてるような傾向があります。で今回ね、こういう結果に基づきまして静電容量増やしても7メガにおきましてはね、2枚程度が1つの限界、それ以上増やしてもね効果っていうのは認められないような状況でした。で今度は先ほどのねアルビ4方向にね広げた場合実験してみました。こちらの方は静電容量よりも電線に流れる、電線ですよね。アルミホイルをちょっと電線で例えさせていただいてるんですけど、電線に流れてるねそちらの方の電流の増加をね見込んで4枚広げたようなね方法で測定させていただきました。写真見ていただきますとね先ほどと異なりまして、横に並べるんじゃなくてね四方八方に広げております。で実際図はこういう形ですね。4方同じアルミのね1列に並ぶんじゃなくて4方向に広げております。電流の変化の方ですけど、共振周波数をね若干ずつ下がっていってます。こちらの方のね RF 電流はね1枚2枚3枚4枚とねだんだん増えてきていただいてるのがねこちらの方の図見ていただいても分かるんじゃないかなと思います。で結果的にはですけどね1234と増やしていくと、やっぱ改善することは認められました。4方向に広げる方法っていうのはね非常に効果が高かったんじゃないかなと思います。4方向に広げる方法っていうのが実はグラウンドラジアル、マットじゃなくてねラジアルに近い動きに、ね、なってきてるんじゃないかなと思っております。で今度はねグラウンドラジアルとしてね今までもご紹介させていただいたビニール線 5m 8本のこれ4本にね広げた条件でね同じ環境で測定してみました。こういう形ですね。要は 5m のビニール線8本をね360度に広げさせていただいております。こちらの方でねちょっと8本しか今回テストしなかったんですけどね、 RF 電流共振周波数ほぼね同じチューナーの設定値なんですけど、こういうような結果が出ております。ちょっと共振周波数がね上がっております。結果比べた感じなんですけど、アルミホイル 3m4 本四方に広げるのとビニール線 5m8 本、これをね四方に広げるので効果はほぼ同等ぐらいのね数値となっております。で実際なんですけど2枚であった場合で8本をこの90度に広げた場合はね、私の実験結果ですとねまだこちらの方アルミホイルの方が効果が高かったような感じです。ただこれがねもう1枚増えた時あたりが1つの境目ぐらいの感じでした。ですのでねこうやって2枚まではまだね静電容量を増やすような方式で2本まででアルミホイルの方がね効果が高いということが分かってはいるんですけどね、こういうところのね使い分けっていうのが重要になってくるんじゃないかなと思います。ただこの辺につきましてはねまた別の機会にねこの辺詳しい結果ご報告させていただければと思います。
グラウンドマットおすすめの使い方、斜め顔で例にご説明させていただければと思います。角度はね、先ほどもあった90度以内。でも実際は1枚だけがいいんじゃないかなと思います。1枚だけ使いまして、こんな形ですね。基本原型なんですけど、車の駐車場、またはマンションのテラスにね、置いたりするなんて幅の限られた時に置く時にはね、このグラウンドマット、非常にね、お手軽で効果が高いんじゃないかなと思います。グラウンドマット、どういう時にね、設置すると良い条件になるのかご説明させていただきます。設置面がね、やっぱフラットであること。地表、具体的にはね、地面ですね、地表。またはね、この立体駐車場というのがね、非常にいい結果が私の場合は出ております。地表ですとね、こういう形ですね。まあ地面はあるんですけど、通常はね、アスファルトとかかかってると思います。アスファルトとかね、この上に乗せますとね、密着してますので、結構ね、いい静電容量を確保してね、この地表との間にある程度のね、電流が流れているような感じになっております。で、もう一つがね、こういう立体駐車場。金属でできた立体駐車場っていうのがね、あちこち、ショッピングモール街でも多いんじゃないかなと思います。ポイントはね、この屋根見ていただくと、鉄板が入ってるっていうんですか。横から見ますとこんな感じですね。エッジ口、だいたいここが20センチあるんじゃないかなと思います。下は鉄板ですね。上にコンクリート。で、多分鉄筋が入っているとは思うんですけどね、この鉄板自身は設置、確実に落ちておると思います。多分10オーム以下のね、設置が落ちているような形ですのでね、非常に大地よりもものすごくね、インピダンス低い状態のね、板がね、引かれておりますのでね、非常にね、効果が高いような傾向になっております。で、今度グラウンドマット、悪い条件。これについて説明させていただきます。特にね、床面、相手方のね、設置が悪い場合、非常にこれはね、効果が低いような傾向です。具体的には、鉄筋コンクリート。最近ね、コンクリート製の建物っていろんな建て方があると思うんですけど、ちょっと古い建て方だとは思うんですけどね、鉄筋コンクリートの場合はね、非常にね、注意が必要じゃないかなと思います。なぜかと言いますと、中にある鉄筋ですよね。これが均等に設置されているかどうかよくわからない。今でもね、ちょっと私も調べてるんですけど、よくわからないんじゃないかなと思います。実際はこんな形ですよね。アップの写真ですけど、要はこういう鉄筋っていうのは基本、要所要所はね、アース、落とされてるっていうのは知ってはいるんですけど、ほとんどで溶接しなくて番線みたいなね、細い針金でこう結んでいっております。設置、電気的な抵抗におきましては、主要な鉄骨はね、ちゃんとアース線走らしたり溶接されているらしいんですけど、こういう細かな床面のところっていうのは非常にね、電気的には曖昧な扱いになってるんじゃないかなと思います。こんな形ですね。実際コンクリートがあります。鉄筋があるんですけど、この鉄筋も溶接もされておりませんので、電気的な接触っていうのがね、非常に不安定で、なおかつね、こういうマス目になっているっていうんですか、鉄板みたいな1枚じゃなくてマス目になっております。鉄筋コンクリートのね、床面とかにグラウンドラジアル設置しても効果が出ない傾向っていうのをね、強く感じるような形です。ちなみに私と住んでいるマンションもね、あんまり効きが良くないんで、この部類じゃないかなと思っております。結果なんですけど、細い鉄骨、十分に設置されていないかもしれないと。これはね、要注意かと思います。細い鉄筋イコール逆に短い電線として動いてるんでね、余計動いてないよりは動いてはいるんですけど、なんかいまいちね、アースの効きが悪い。要は設置に落ちてるんじゃなくて、細い電線として動いてるんじゃないかなと思っております。相手方の設置なんですけど、グラウンドマット、強いね、影響を受ける傾向です。グラウンドラジアルよりもね、相手方の設置の影響、非常にね、受けるような傾向になっております。で、グラウンドマットとね、グラウンドラジアル、金属のこのメッシュ、金網を使った事例と、今回使っているような金属の板、特性がどうなるのかっていうのは、ちょっとだけ実験したことはあるんですけど、詳しい実験はちょっとまだしてないんですけど、過去のね、経験上、こうであろうっていうことだけね、参考資料として添付させていただきます。まず小さい場合、もう小さい金網ですよね。金の場合は静電容量、グラウンドマットとして動くので、これはね、やっぱり板の方が有利じゃないかなと思います。やっぱり板の方がね、静電容量確保できますので、ちっちゃい場合はね、グラウンドマットということで、金属の板の方が有利だと思います。ただこれが大きくなってくると、今度は電線相当として動くので、静電容量あまり関係なくなってくると思いますので、グラウンドラジアルの場合ですとね、メッシュも板もそんなに大きな差はもうなくなってるんじゃないかなと思います。4メーター、4メーターぐらいのメッシュと金属の板は私もね、アルミホイルでしかしたことないんですけど、そんな大きな差はなかったんじゃないかなと思います。金属のね、金網ってもう作り方によっていろんな電気特性が生まれるんじゃないかなと思います。工業用に多いと思うんですけどね、1枚もんの薄い鉄板をね、パンチングとか
エッチングで抜いたような網、非常に高価なんですけど、そういうものはね、1枚もんですから安定してると思います。バーベキューの金網ですよね。これは溶接されているので比較的安定してるんじゃないかなと思います。この編み込み式のマットっていうんですか、編んでるだけのやつはね、やっぱり電気的な特性っていうのはね、やっぱりこれ不安定な傾向じゃないかなと私は思っております。例えばなんですけど、2メーターのビニール線、20本と同じかもしれないと。これはね、ちょっと実験していかないとわからないとこなんですけど、正直金網っていうのはね、手間かかりますので、正直言いましたらね、同じことするんでしたらね、こういう2メーターのビニール線20本の方が楽な傾向じゃないかなと思います。まとめの方をさせていただきます。グラウンドマットなんですけど、基本的にはね、設置している面と静電容量の関係でね、電流をもらってくるような形になっているのがね、グラウンドマットじゃないかなと思います。グラウンドラジアにつきましては、電線の方の効果の方がはるかに高いと。ビニール線はね、多数にこう設置していくと。アルミホイルはね、正直言うて風が吹いたら吹き飛ばされたりするのでめんどくさいです。金網もね、結構やろうと思うと大変じゃないかなと思います。で、グラウンドマット、グラウンドラジアルなんですけど、やっぱりこれ両方とも万能ではないっていうのはもう分かってきました。アースはね、適材適所、そういう場所に合わせたものを選定しないといけないので、床の面状態をね、よく把握しながらね、試行錯誤が必要じゃないかなと思っております。現在実験を継続しておりますので、引き続きね、天候が良くなりましたらね、この辺のグラウンドラジアル、グラウンドマット、もう少しね、比較の実験結果っていうのをね、ご報告させていただければと思っております。お空でお会いする日、楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。